中心線に合わせて口をちゃんとね角度ついてても持ってこれるように。なるほどなるほど。よろしくお願いします。毎度です。またひろしさんが来てます。どうも。シルバーアーツさんから、また手のアドバイスが欲しいです。このキャラクター描いたんですけど、カメラに近づいて形が上手に描けなかったんですけど、描いていただけますかっていう。もっと手を手前にしたいってことなんですかね。っていうかその手前じゃなくて、ただカメラに向いてもう形が描けなくなる。一応こういうような手を描いていただけますか。コスチュームよくわかんないけど、こんなとこですかね。すごいですね。拳部分と腕ありますよね。そこの手首がどこに来るかっていうのが大事で、元の絵だとよくわかんない感じになっちゃってるじゃないですか。そうなんだ。じゃあこういう結構窮屈っていうか難しい角度を描こうとしたら、手首はどこにあるか、しっかり分かる方が描きやすいんですね。そうですね。で、みんな多分聞きたいところなんですけど、多分現実だとなんかそんなに上に向いてなんか人差し指は曲がらないけど、なんかアニメだと結構自然に見えてきますね。これぐらいのデフォルメしといた方がハったりが効く。それが良かったですね。その前の絵にそういうぽさを出したかったから、それを守って説得力っていうか現実でもできそうな手首の角度は作れましたね。小指元のポーズで現実でやろうとしたら、やっぱこういう角度はできる人はいると思うんですけど、普通に多分こういう小指はね独立して動きもするんですけど、意識すれば自然にやるとやっぱりこういう風にまとめた方がいいのかなって。そうですね。独立した動きは上手な人はできるかもしれないけど、多分普通に考えるとなんかこれが一番自然だな。なんか人差し指も親指も両方こういうなんかデフォルメを全然やっても不自然に見えないですね。でも親指は割とこういうポーズ取れますからね。片手だけ描いて満足してちゃダメですよってね、もう一つ足しときました。どれくらい手の甲どれくらい描いていいのか、元の絵に結構いっぱい描いたけど、その角度がちょっと分からなくなってくるんです、手首の回る角度って自分でやってみると分かるけど、90度ぐらいですよね。こうするとあんまり上の方が見れないでしょうね。せいぜい角度を変えてね、手の甲が見えるのはこれぐらいですかねって。キャラのデザインによると思うんですけど、よくあるのが体は7対3の角度になると、奥にある肩の方がなんか大きく見えるっていうか、伸びてるように見えるっていうか、多分みんな怖がって後ろの肩を小さく描いちゃうけど、全然なんか角度をつけるともっと描いていいですよね。角度によるんですけどね、正直ざっくり隠しちゃった方が決まるポーズもあるし、いつも日野井さんが超綺麗に髪の毛を描いてるんですけど、聞きたいのがどういう風にこういう丸く超締まったような髪型アドバイス欲しいです。よくこういうキャラでありがちなのがこんなね髪型じゃないですか。でパーツで考えていけばこれぐらいにはなるかなって感じですけど。なんとなくなんか大きな丸に入るような、パーツは全部分けて描くけど、全体でなんか大きな一つの丸に見えて超綺麗。一応髪の毛の流れがあるからね、それを考えながら、よくあっちゃこっちゃから生えてるんじゃないかっていう感じに見えちゃうじゃないですか。かけなりな人が描くと。なるほど、そういうことなんだ。じゃあ生えてくるところを意識して描いた方が、なんかまとまった場所から来てるように見えます。そうですね。これもキャラのデザインかもしれないんですけど、垂れ目だったっていうか、その目の上のなんかまぶたが折る線
と眉毛の線がなんか逆だった元の絵で。で、日野井さんが描いたように両方もっとなんかつり目のなんか角度になってる。まあ適当に描きやすいように描いちゃっただけなんですけど、元の絵ははっきり描きすぎちゃってるかな。どっちの方がそのまぶたの折ってる。そうですね、二重まぶたのねこのシワが線をはっきり多く描きすぎちゃってるけど、目に沿ってないから立体感がないかな、これだと。これは押しつぶされてできた線なんで、その形を考えながら一応描きましょうねっていうことですよね。なるほどなるほど。そうね、物理的に目はなんでそういう線が出来上がるかっていうことを意識したら、もっとよく合う角度を描けます。とっても小さいディテールと思うんですけど、よくアニメで見るのはその口の下の本当に小さい線が書いてありますね。そんなに影になっていないんですけど、ちょっとだけの線でもうこの点は打たずにそのまま影をつけちゃって立体を表現するのもありますけどね。これは線画っていうことでちょっとアクセントつけるために。元の絵を見てみると口がね猫みたいになってるけど、なんかその中心があれっていうような位置にあるんで、中心線に合わせて口をちゃんと、ね、角度ついてても持ってこれるように。なるほどなるほど。多分私がよく間違えるところが、口を鼻のちょうど下に合わせちゃうところがよくある。これはこう来てこうなってますからね、鼻の下が。今回はその斜線で影軽く入れてくれたので、暗いところの方がその斜線の幅が短いのがいいポイントだったな。まあよく漫画とかでもね使ってますよね、こういう線の使い方って。暗いところの方がもっと斜線が黒く幅が短い。これも小さいディテールだけど、口の一番右側が少しだけ他のところより黒く描いてて、で真ん中辺が途切れした線になってもっとリアルっぽいですね。それの角度も重要だったかな。多分その袖の角度で腕の角度がもっと分かるようになりますね。確かに元の絵だとなんかね横で描いちゃってるから、なんとなく後ろの方に行ってる、こうよりなんかこういうようになってるのかな。っていうか、その日野井さんが描いた腕は多分直接上に来てるんだけど、その袖だけが角度になってるわけかな。まあ袖をちゃんとこういう風に描いとけば立体的に見えるから。なんか面白いですね。その帽子にあまりディテールが入ってないのに、もうそれだけで仏教的な帽子に見えて、まあやるとしたらこんな感じいいんじゃないかな。いいねいいね、あれ開けたらヤムチャが入ってるやつだっけ。他の動画でもこういう描き方はあったと思うんですけど、その顎、そのほっぺの線の方じゃなくて、絵の右側につながらない方が柔らかく見えますね。まあしっかりつなげるのは男の方のキャラとかに多いですからね。おっさんキャラとか顎の張ったキャラはねつなげちゃっていいんでしょうけど。シルバーアーツさんに最後に何かワンポイントアドバイスとかありますか？街行く人を見ながら、こういう服なんだとか、ね、縫い目はこういう風に走ってるとか、こういう風に座るとこういうシワができますとか、そういうのを観察するのも面白いですよ。あまりジロジロ見るのはやばいよ。じゃあそんな感じです。はい。じゃあみんなこのシリーズの中で他の動画いっぱいあるので、ぜひ見てください。あとはチャンネル登録お願いします。じゃあ日野井さん、今日ありがとうございました。どうもでした。バイバイ。